コードトーンを一生懸命練習してアドリブができる道筋って見えましたか？実は皆様がやっているような練習、僕正直した記憶がありません。なぜなら指板で丸暗記しただけなんです。なのでペンタトニックの方がよっぽど簡単にアドリブできますよね。そう、音階とコードトーンはそもそも本質が違います。なので今日は教則本では絶対に言わないコードトーンで本質的にアドリブを組み立てる秘訣をばらします。ジャズで生活を彩ろう。どうもこんにちは、ジャズギタリストレイダーゲです。ということで今日はコードトーンで本質的にアドリブを組み立てる方法をやっていきましょう。で今回の動画、実は前回のコードトーンの動画、枯葉のエクササイズやりましたよね。そちらの動画を見ていただいた方がより理解が進むと思います。簡単にこういうことやりました。はい、いかがでしょうか。なので簡単に言うと c マイナーのコードトーン、もちろんこれはやります。指板を把握するというポイントです。 F7 コードトーンやりましたね。 c マイナーの1度から F7 のメジャーサードにつなげるよというところです。コードトーンね、必死に覚えて F7 ね、両方ともやってアドリブをやろうっていうと、大体の方がとかやると思います。これって正直面白くないですよね。なぜならばコードの中心となる音をただ追っかけてるだけだからです。もちろんウエス・モンゴメリーとかもとかこういうアプローチします。今気づきましたか？はい、 c マイナーのコードトーンを追って F7 に行ってますよね。基本的にジャズのアドリブで大事なのはコード感を感じさせる、移り変わるところを、強調してあげる。もし次のコードのアプローチがなければワンツーね、ただなぞってるだけで面白くない。スケールを考えてみるとコードトーンねありながらその間につなげていくよね。なので細かいこと言うと面倒くさいんですけども、スケールの中でも起承転結がありますよね。なのでスケールを弾いてるだけでもそれなりにメロディーやってるなっていう感じがありますね。なのでまずそこが音階とコードトーンの違い。さっきみたいなこういうアプローチ、コードトーンだけを使って次のねコードにアプローチする。これは C マイナーというコードをすごい強烈にアピールしながら F7 いったよね。このメジャーサードだけでもコードが移り変わったのが分かると思います。なのでまずこれがスケールとコードトーンの違い。ここまではよくあるお話かと思います。では次、ここが大事です。先ほどのエクササイズのようにこれやりましたけど、これスケールじゃないのかとお思いかと思います。でまずこれ基本的にまず僕はコードトーンを見ています。はい。でその上でスケールねをうっすら形外れないところを見ています。なのでそれを認識した上でどうやってここの F7 のメジャーサードにたどり着くか、この道筋だけを考えています。何でもいいです。はい、こんなのでもいいです。今全く関係ないこの音出ましたが、これは僕のフレーズよく見てくださってる方ならもう理解できてると思いますが、 c マイナー F7 B フラットとコード表記上は書いてますが、この中で分解してばらして遊ぶという、どういうことかというと c マイナー G7 c マイナー F7 B フラットといきます。はい、いかがでしょうか。これに比べてこの音を足した方がちょっとなんか寄り道して余計なことしてるなっていう感じが出てきます。もちろん
これはストレートにいってるなっていう、この違いがありますね。コードトーンからコードトーンどうやっていくか、いろんな道筋があると思います。これを詰将棋のようにいろいろね、普段から練習しながら遊ぶということが僕はすごいよくやってますね。例えばね、ありますよね。これもとかいろいろ道筋があります。ジャズギターの深淵へ。ニューヨークで体験した旋律のジャズ。初心者から簡単にウエスやパーカーのジャズを体験しよう。極上のフレーズとビバップの真髄を知るチャンス。LINE 登録で譜面配布まるぞ。動画見放題6、9パ。個別 LINE 指導1、2パ。予約受付中。君のギターが今生まれ変わる。ここからが大事です。今日はこれを基準としていろんな音足してみましょう。一つ目3、4 1、2、3、4ね、エクササイズでもあったと思いますが、この後にどっか違うコードに飛んでみたりね、できますね。ではここからまだ余ってますね。 F7 のところがどうしましょう。ここからここ飛んで、ここのコードトーン5度からここのねメジャーサードのコードトーンを経てるわけですね。いろんな遊びができるわけです。でここでほっとくこともできます。ともいけますし、こういう道筋もできます。では他のところやってみよう。はい、これ見てみましょう。ではここの c マイナーの1度から F7 のメジャーサードどうやっていきましょう。ワンツーね、これもできますね。はい、こういうのもできます。途中までできましたね。こうオルタートすればこんな感じでつなげれますね。なのでここからここにどうやっていく、いろんなことができます。では c マイナーの1度から低いここのメジャーサードにつなげようね。こういうつなげ方もできるわけだ。いろいろできるわけだ。はい、いろんな道筋があると思います。それは人それぞれだと思います。では次、ここが意外と大事だったりします。ワン、ツー、スリー、フォーありましたね。これを増やす。ワン、ツー、スリー、フォーいかがでしょうか。ここのね道筋だけども印象変わりますよね。ワン、ツー、スリー、フォーこういうこともできます。はい、できますね。はい、こういう道筋もありますね。ここね、例えばはい、ここにたどり着きましたね。なので皆さんが持っている2-5フレーズあると思います。それをもう一回見直してここに、ね、c マイナー F7 に、移し替えてとかいろいろあると思いますので、このコードトーン遊びにつなげてみてください。いろんなところからアプローチできます。今度はじゃあマイナーサードからこの F のメジャーサードにつなげよう。ここも来ちゃったけども、こういうのを使えたりしますね。ここの5度セブンス1度を結んで、ここまで来ちゃってといきます。ここの5度7度1度ここまで来ちゃったけども、こういうこともできます。こういうこともできます。なんか変な音いろいろ混じってるけど大丈夫なのかな。スケールコードトーンにないぞと。これは基本的に裏拍に入れることで次のコードトーンとかスケールに対してスムーズに橋渡しをできるシステムになってます。
ワンツーワンツースリーね、裏にこの音入ってますね。この音に対して橋渡し、はい、アプローチノート言います。なので基本的にですよ、ワンツースリー、これは表拍に入ってますけど、3連符なのでちょっとごまかしというかね、はい。なので原則としては裏にコードとのスケール以外の音を入れることでスムーズに次の場所へ橋渡ししてくれますので、ぜひともいろんな遊び方やってみてください。はい、いかがでしょうか。今回は2-5の中でコードトーンで遊ぶということをやりました。このコードトーンの本質を理解すれば、普通の2-5フレーズありますよね。あれも自由にアレンジできるようになってきます。今回はざっくりと2-5でやりましたが、次回機会があれば今みたいにトニック1625の中でどうやって遊ぶかというところもしっかりやっていきたいと思います。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひいいねボタンやコメントの何か書き込んでいただければ大変励みになります。で、特に何とも思わなかったよって方がおりましたらコメント欄にスイカとだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで昨日家族で、スイカを食べたばっかりの私レイ大家ですけども、Facebook、Twitter、Instagram などですね、どえらい低頻度でやっておりますので、そちらの方ぜひともフォローしていただきつつ、皆さんはよなんか書きやと、ぜひとも、コメントで何か私レイ代表いじってみてはいかがでしょうか。ということで日頃から皆様いつも温かい応援大変ありがとうございます。ということで CD の方もね、売れ行きもぼちぼちでございますので、まだお手元にない方はお近くのディスクユニオンで、ぜひともご購入してみてください。ということで最後にですね、スーパーサンクスなどをしていただけますと、私レイ大家のテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで噛んじゃいましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。